わらがと一回からいいね。よし、成さん行こう。どういうとこだ。よし、ほら。そうだ。君は審査受けなくていいよ。もう5段間違いない。生まれた時から言おうかな。お願いします。名前から言いますね。南部博。昭和16年2月12日生まれです。で、僕の現在は、83と12ヶ月だね。来年の2月12日が誕生日だから、84歳になります。そしてじゃあ僕の生い立ちをざっと忘れているところもあるでしょう。80年前だから。だけど時々思い出しながら、ポイントだけ喋っていきます。現在の南台、昔は新山通り、中野区新山通り1丁目まで覚えています。そこで私は誕生いたしました。おじい様とおばあ様おじい様なんでおじい様だがカイロバイの工場をやってて、母親がそこの娘でいたので、そこで生まれたんですけど、その当時はもう父親は、名前はお父さんの名前。父親は南里正俊です。母親は、薄い金ですね。薄い金系。そしてそこで生まれたのですけども、親父はもう、戦争に大学生でしたけど、戦争にもう赤髪で行ったんで、母親の思い出しかありません。でそこはカイロバイ工場でありまして、おじいちゃまが栃木県生まれなので、カイロバイを朝が取れたので、それから持ってきてカイロバイを工場、その家のところを改造して小さな工場でしたと思います。そこでカイロバイ工場をやってるとこで生まれました。そして幼少期はいろいろおじいちゃんが育てて、おばあちゃんかお母様と3人で育てられました。そうで、それで最初だから3人育てられました。それで、その2月ですから、戦争が12月、その年に1941年の2月に僕が生まれて、12月に太平洋戦争が真珠湾攻撃が12月ですから、それを契機に昭和16年の12月が戦争勃発ですね。その時はうまくいったんでしょうけど、真珠湾攻撃で。だからそれからもう間もなく僕が生まれて2歳か3歳ぐらいでしょうね。2、3歳もう、だから12月が始まって2歳か3歳になった時に、戦争がもう空襲警報があって電気消したり、もうサイレンが鳴ったのを思い出してます。そして家の中や結構お金があったんでしょう。防空壕を家の中に掘ってありまして、その防空壕が入れって言われて、それ中野今の現在の防空壕がありまして、その防空壕の中に入れと言われて、もうサイレンが鳴ったから入った思い出があるんです。その時に思い出は、水がもう中に入ってくるんですね。雨が降った時はその水の中に船みたいに、昔母親が裁縫をやってたもんだから、板みたいな着物を干すので板があったんですね。その板を引いて、その上にたらいを置いたりなんかして、もうその中に僕一人入ってボーってしたのを思い出します。そういうの時代は。それ何歳なの？それは3歳ぐらい、2歳ぐらいですね。2歳か3歳だと思います。物心ついた頃ですから。2歳3歳の時はそれが印象に残って、それから4歳それを思い出して、
それからもうあんまりに戦争が激しくなって、もう上に外国のアメリカの飛行機が飛んでくるので、これはやばいということで、みんな疎開をさせられました。疎開じゃなく、東京はもう危ないから、おじいちゃんの実家の栃木県に母親と妹の子供とお母さんの自分のお母さんと実家ですね、栃木県の。それはまあちょっと今ちょっと思い出せないんですけど、その朝が取れるところに疎開しまして、それで23歳から4歳5歳7つ学校ですから、僕6歳で学校上がりましたから、6歳ぐらいまでそこに疎開して、その山の中腹にあった実家の方でいろいろ思い出は、そこのとこでうなぎを取りに行ったり、うなぎを柳で取ったと思うんです。そこの近所の悪さ坊主と一緒にですね、そういう思い出があります。それからどんどん正月はどんどん焼き変わったり、それから朝で竹でタバコを作って、ガキの頃それを朝を燃やして、まあ言えばタイマーみたいなのを真似して吸ってましたね。1回か2回ですけど、そういう思い出が疎開先でありました。そして学校へ上がる1年前に父親がビルマから復員して帰ってきたんですね。その印象はものすごく印象が強かったです。軍隊の格好をしてランドセル背負ってゲートル巻いて表に立ったんですね。その時「お前の親父だよ」って母親から言われて、ああすごいなという印象がありました。そしてすごい父親と、それから一旦東京の中野に来てから九州に連れて行かれました。その連れて行かれたのはもちろん新幹線なんかないから、汽車ですね。24時間かかったんじゃないかな、九州まで行くのに。で24日父親の実家に僕と母親と3人で飛行機じゃなくて列車黙々と開く石炭の列車、黙々というと、それで行ったのは覚えてます。どこに行ったんですか？佐賀県というところの自分の父親の実家ですね、小木っていうところに、小さな人と小木っていうところに行きました。でいいですか、そこでそこには、そのおじいちゃんから生まれたのが知るけど、今度2番目の亡くなったから2番目の奥さんが来て、その2番目の奥さんのところに子供が3人いたんですね。僕より上の。誰のおじいちゃん？岩吉って言って、お父さんのおじいちゃんはもうおじいちゃんはうちのお父さんが、中学の時に伺ったのをびっくりして走って親戚に知らせに行って川にはまって死んじゃったんですね。でそれで母親は産後の日立ちが悪くて死んじゃってるから、実際の、子供は1番目のお母さんはもうその時死んだんで、自分の父親のお姉さんとお父さん南里正俊が、それから3番目産んだ時死んじゃってるから、もう2番目のお母さんおばあちゃんしかいませんで、それにはもう4人の子供がいたんですね。だから僕は一番下で、もう結構いろいろ、その時は戦争後だから何もないので結構いじめられたんですね、途中から東京から来たから。でそこでいざこざがそこのちょっと待って、なんか東京から来たじゃない、それでお父さんのおじいちゃんは死んでるもん。死んでて、で2番目の奥さんがいたの？おじいちゃんの2番目のお母さんがいたんだ。中ってお中さん、中っていう人がで正俊
じいちゃんのお父さんがでしょ。それが岩吉っていうのね、お父さんね、正俊の岩吉はは、そのもう高校中学入る時を知らせて自転車で川に飛び込んじゃって慌てて行ったから死んじゃったんでね、その奥さんも1番目の奥さんも3番目を産む時に産後の肥立ちが悪くて死んじゃったんですよ。だから両親とも本当のお父さん、僕の父親のおじいちゃんとおばあちゃん、2人ともいないけど違う村のとこから新しい嫁さんをもらってその人が生きてるわけだよね。その間に向こうの人に4人ぐらい子供が生まれてんだよね。次郎っていうのは仁ともう一人益子さんと生まれて、実際の母親から生まれたのはもういましたけど、自分の南里正俊のお姉ちゃんがいたんだけど、それはどっか行ってもいなくなってた。今それ多分満州の方に。そしておじいちゃんは一番目のお母さんの息子なんそうですだよね。それから広子ってこっちにしてるところのお姉さんも一人いるから、であとはもう2番目の母親から生まれたのが3人がいるわけ。一人と益子さんっていう、そういうところの田舎に百姓だったけど、食べるものはやっぱり九州だって、大根とかさつまいもとかそういうのはみかんとかありましたね、農家だったから。でもそんなもう戦後だからもう裕福じゃないよね。もうおじやみたいなのを食べさせたり、食べ物は食べていましたね。それが小学校時代です、僕はそこで育ちました。小学校3年まで、それでもそのお父さんの腹違いの人とはよく喧嘩になるんですよ、喧嘩。次郎さん、2番目のママ母から生まれた次郎さんとは喧嘩になるんですよ。次郎さんと何歳差の？お父さんとは次郎さんまだもう死んじゃってるけど、もうとっくに死んでるけど何歳か下だね。何歳か下か。下ですよ。お父さんが一番生まれだから、一番最初からでこっちは2番目だから、それは2番目のお母さんは可愛いじゃん、自分のことも。次郎さん違うとこに生まれてる母親だから、やっぱりいろんな食い違いがあって、それで東京からお母さんが俺を連れて行って、もう邪魔者でしょ。そうだね。そういうそれ本当に悪いやつじゃないんだけど、そういざこざが家庭内であったわけで、お母さんは裁縫が得意なので町の娘たちを連れてそこで裁縫を教えてました。元気が欲しいね。手先器用だったんだ。手先の裁縫をね、その後和服を教えてました。その時にいろいろな喧嘩が、その次郎っていう10番目の次郎っていうのと父親正俊は喧嘩になるんですよ。いろいろそういういざこざあって、そういう時にお母さんも止めに入るけど、僕の方はこういうアイロンがある。お父さんお次郎さんとは腹違いだから。腹違いだから。だからお父さん正俊じいちゃんが正俊のお父さんお母さんはもういないからね。喧嘩しちゃうんだ。次郎さんと正俊さんが。ちょっと血の気が多いから。次郎さんがでしょ。次郎さんも。じいちゃんも。おじいちゃんはそうでもないの。おとなしいから。喧嘩良くなってアイロンで持って喧嘩したのがお母さんの手に触って、ここ手やけどして、僕はそれを止めるわけにいかない。見ててもう悲しくなりましたね。小学校1年生ぐらいだから。1年生ぐらいか。1年3年ここにピタッとつけられて、そういう喧嘩がもう絶えないので、もうお父さんもそれから炭鉱行ったの。それが耐えられなくて、自分もお母さん、自分の母親と自分と3人でその座敷の端っこのところで暮らしてたんです。3人は大広間と2階があったけど、そこの杉の方で座って、それはしょうがないと思うんですよ。そういう戦争のごたごたしたところで俺が帰ってきたもんだから、戦争から帰ってきてお父さんだから、それは僕は恨むわけじゃないんだけど、実際のとは後ではそのおばあちゃんもいいおばあちゃんだなって分かったけど、その時はもう憎たらしかったよね。戦争でそこで喧嘩になって、お母さんも裁縫一生懸命教えて、俺を可愛がって、で小学校3年までおじいちゃん何やってたんだっけ。おじいちゃんもそこで
正俊、うん正俊は農家をやってるよ。炭鉱前だから。炭鉱前だから。あみかん畑もあるし、さつまいも畑もあるし、農いっぱい家、あったから。ちょっとそんな大百姓じゃないけど、あったの。へーそれでそこ来たから、次郎もお父さんの方が賢いから、もう芋作ったり、みかんを消毒したり、そこのとこに思い出は、俺がそこに行って、みかん畑で遊んだり、その山の上で遊んだりっていうことが思い出に残ってる。牡蠣もあるしね、その辺によその牡何蠣。歳ぐらいまでいたんだっけ？それを小学校3年まで。あ、小学3年までいた。 3年はそこの岩松小学校というところまでいたの、お父さんで。豚も飼ったしヤギも飼ったし、お父さんはすごく次郎は2番目だからそんなできないから、豚も飼ったり、もう豚でも何でも僕の周りにいたから、豚から引っ張られて、豚は力強いんだよ、金玉が、取ってないから、それから引っ張られて、縄で引っ張られて、その頃道路は砂利道だから胸にすりむいたのを覚えてます。引っ張られてそれ逃がした。それでお父さんが助けに来て、その豚ひん投げてパッと投げてね、で助けたっていう思い出がある。まあそういうことがあったね。それでお父さんにその時お父さん怒らなかったけど、お母さんに口答えして俺は川の中にぶち込まれたことがちょっと思い出せますね。前に小さな川だけど殺すつもりじゃないと、川が幅が2メーターぐらいの川だから、そこにぶち込まれ、お母さんに口答えはすごく厳しかったですね。でそういうことをして3年生までその片田舎の清水っていうもう本当に滝があるきれいなとこに、よく滝浴び大人って言ったけど、そこで育ったけど、そういう居酒屋が多いもんだから、父親は電気のもう技術者ですから大学の、それでまあそういうことしてもしょうがないということで、僕と3人、お母さんと3人で探して、炊くっていう炭鉱、小さい炭鉱がいっぱいあったんです。その頃もう炭鉱っていうところはいろいろありましたね。問題になったけど、石炭を作る荻にはなかったけど、そこから電車で1時間ぐらい行ったところに、もう弱小の炭鉱がいっぱいあって、そこに移住したんです。と炭鉱に行けば社宅もあるし、で父親はすごく大学も出てるから、ちょっと地位がある方に、もう上のそこの校長って言って、炭鉱だから校長さん、社長の片腕ぐらいで行ったんですね。でそこでそれも転職みたいな。転職で、そこの中で、まあ、もう電気の変電所もお父さんが自分で力で作って、もう木で作って変電所をね、そういうとこに僕もその時はもう本当に幸せだったですね。誰もいじめもいないし、兄弟のいじめがなくて、そこで、6年間小学校6年、中学3年、それから高校3年と、その炭鉱で高校まで行きました。で高校も県立の工業高校だからすごく難しかったんだけど、僕はそこら辺の町の一応優等生で、優等賞もらって、もう難しいとこで高校に佐賀っていうとこまで行く県立工業高校に受かりました。工業高校難しかったんでね、その時は父親母親がボタ山って、まあ、調べて分かるけど、クズがボタ山から手を振って、それがすごく僕の印象に残りましたね。クズがボタ山ってこと？炭鉱で石炭を取ったカスが置いてある山があるの、その上から手を振って、誰が？父親、僕がずっと遠いとこからもう駅までだって1里あるんだから、4キロ、4キロ、はいはいはい。そこにこう受かったよって手振ったんだから受かった、嬉しいよね。でそれを一番僕の頭に残ってます。高校受かったっていうか、そこで高校生活もそこからもう佐賀まで汽車通学でね、行って、汽車何分ぐらいかもう1時間かかるね、佐賀の方まだ通ってんだよ。遠いよ。その汽車もその当時はポッポポッポ、電車煙を吐いて石炭を焚いていくことで帰って、それからそこで3年間、交通費は？交通費は母ちゃんが出す、父ちゃんたちが出す。安い安い。
安いんだ。安い安い。ポッ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 。今みたいな時代じゃない。100円か200円だよ。で、そこ、もう通勤列車だから。通学列車1銭とか10銭みたいな感じなんでしょ。通学列車。で、もう一応そこに、高校が途中にあるから、普通高校もあるし、もうごった返すわな。そういうところで座ったら、だんだん、悪くなっていくわな。不良少年もいるし。それからどんどん不良少年高校の時は不良少年になった。もうその頃はもう不良少年だから喧嘩仲がれてボスもいるし、まあそういう時代になって佐賀工業高校で僕はボクシング部に入りました。不良少年とかどうでした？不良少年喧嘩して呼ばれたりさ呼んだりの間柄になって、その頃ボスもいるしね、電車のつなぎ目で喧嘩するんだよ。どういうこと？例えば連結基地のとこではったりかませるわけよ。いろいろこの野郎とかやったりとかで、ボスもいるし、いろいろの派閥もあるし、まあ今の子供高校生だから、まあそういう楽しいけどまあ戦々恐々だよね。でもなんでその連結部っていうワードが出てくる？連結っていうのは列車と列車が3両ぐらいあるところが、ここにはどこのボスがいるとか、ここにボスがあるとかあるわけよ。小学生もいるしさ、その頃色気ついてくるじゃんみんな。そうだね。そういう思い出があるわけね。でそこを3年間まああんまり勉強しなかったね。そんな悪くなってきたから。それであんまり中学の時みたいにもうやんないかって、なんとか高校卒業しましたなんとか卒業しました。でその当時はそこの町の中でもいろんな催し物が炭鉱地帯はあって、ヤクザもたくさんいたし、まあそのヤクザとも友達になったりして、まあ俺は可愛がられたね、ヤクザからだいぶ。なんでか知らないけど、高校時代に可愛がられた。高校行きながら炭鉱地帯にはヤクザが仕切ってるわけよ。映画館もその小さな町に4軒ぐらいあったから。4軒ぐらい。小さな町っていうと小さな町っていうとどういうぐらいのレベルの町なの？どういうレベルって言ったらもう炭鉱地帯みたいなぐらいのレベル。町だね。なんて言って説明すればいいけど、その炭鉱街だから繁盛してるわけよ。もう店もいっぱいあるし、県庁の所在地は佐賀だから、佐賀が一番栄えてるけど、その途中なんて今は日の気がないぐらい、そういう写真撮ってくれるけど、今度ね。それは小木市のタクって言うと。タクな。小木からタク行ったから。そのタクの中には炭鉱街だから、青春の門だよ。あれの時代です。青春の門。青春の門って映画、五木ひろしの映画あったように、もうその中にはヤクザも仕切ってるし、何々組もあるし、それで高校生でよたってるやつを勧誘するわけだよ。自分が言うことで。それで映画館なんかタダで入れるわけだよ。映画館のポットンうんこするとこから俺ら入ったよ。うんこするとこから入ったの、俺ら。映画館の中に映画見に行く時、石原裕次郎の映画とか小林明の映画だから、その頃。でうんこするとこは外にある。うんこポットうんこだから、外とつながってるから、その外裏口に臭いじゃん、めちゃくちゃ臭いの我慢して入るんだよ。それでショバンと入ってさ、それで入って、そういう時代だから。で金ある時正面にちょっと顔役になれば、顔役行って「おい来た」って入ったり、もうそういう時代よ。でラーメンがその頃30円ぐらいだから、映画も30円だと思ったら、ラーメンは九州のラーメンも美味しかったけどね、まあそれ腹いっぱいなんてもう食うのでやっぱり精一杯ですよ。それで高校行ってる頃は駄菓子屋にたむろして、不良の集まって、そんな時代ですよ。不良の生活ですよ。勉強なんかいい加減だから。一応県立はもう名門ですよ、佐賀工業地帯、名門。それで今で有名なラグビーの有名な選手が出てるしね。五郎丸、後輩に五郎丸がいるとこだから。お父さんの後輩、一番有名だね。何人かいたけどさ、一番今現在五郎丸がラグビーが強かったから。でボクシング部も俺らもその頃いろいろあったから喧嘩強くなろうと思って、空手もあったけど寸止めの空手だから、そんなの
喧嘩したって負けるからボクシングが一番強かった、でその強いところ喧嘩するのが一番強いのは何かと思ってボクシング部に入ったの、それで、先輩から殴られたりしたけど可愛がられた方だから僕は練習してで高校時代の写真あるけどボクシング部に入ってもう帽子も油つけたりして不良だよ、もうで喧嘩したりさ、ヤクザと友達になりゃ楽しいことはいっぱいあるわな。何例えば楽しいのは映画もタダで入れるし、お酒も飲まされるしさ、おごってくれるしさ。17歳俺ら16歳子分だから16歳ぐらい17歳ぐらい16歳ぐらい15歳から高1高1高2高3だからさ、その時代もヤクザとも付き合ってるし、その当時映画はもうヤクザ映画ばっかりだから。ヤクザは何歳ぐらいの人たちなの？もう20代から30代ぐらい、それでそこにはもう組があるけど、なんとか組もいっぱいあったしさ、もうそういう時代にそうやって露天商もいっぱいいたし、それから賑やかな、いろんなお祭りもたくさんあったしね、だから資金にはそこにはダンスホールもあったし、ダンスホールも行ってた俺も。クラブ、パチンコ屋もあるし、ディスコみたいな、パチンコ屋あったね。パチンコ屋でピンポン玉のパチンコ屋、そういうとこでもう遊びほうけてるわけよ、高校生だから、もう生意気盛りだから、だから喧嘩に強くなろうと思ってボクシング入ったんだ。そうだね。だから体のでかいのが強かったんだ、その頃工業高校でもラグビー。そいつらが結構いじめるんだよ俺たちを。俺小さい。どういうふうにいじめられるの？ちょっと呼び出し食って金持ってこいとか、たかりだよね。それからどういうふうに対処したの？だからボクシング部入ったらボクシングやれば強くなったじゃん、一応こいつら素人だからさ、だからそうやったらいじめられなくなったよ。喧嘩とか喧嘩やれば喧嘩もやったりさ、やったりして負けたり勝ったり、いや最初の時はボクシングやらなかったら、おとなしくせえ殴られるんだから、バチンってやられるわな、呼び出し食らって、顔とか殴られるわ、そういう時代から、ボクシングやってからは全然大丈夫だった。炭鉱の中にはヤクザもいっぱいいたし、それなんで大丈夫だった？先輩も助けてくれたりいろいろあるじゃない、そういう時代を、不良少年の時代を送ったってことだ。高校時代はあんまり勉強しなかった、勉強はもうだから、その中に一人僕の友達、何人かいたから、それと後まで東京まで出てくる友達が一人、稲戸丸っていう友達がいたの、これも不良だったから、じゃあもう東京行くべきってさ東京行きゃなんとかいい女もいっぱいいるなって映画見てたから、その頃女優の佐久間よし子とかさ、若林綾子とか、そういうあんなきれいな女がいるんだなと思ってさ、じゃあ東京行こうっつって2人でもうお父さんお母さん内緒で出てきたんだよ、家出して。でもお父さんお母さんはあんまり止めもしなかったけどさ、で親戚がいたから僕は。今その中野に、おばさんがいたから、おばさんちのお母さんの妹が、それでそこに最初行ってね、東京出てきて、それから東京が始まるわけ、それからね、それから喋ってませんよ、東京はそこにいるとおばあさんが監督するもんだ、おばさんが監督するんで、自分でも独立したいから、会社にお父さんのさ会社に入ったんだね。何の会社？新日本電鉄の電気の工事の監督をやる会社に、そこに高校で電気科ですから、そこに入って、一応真面目に一番最初に行ったのが、青山1丁目の現場に出されたんですよ。そこの監督の下働きで。そこが隣に山王病院があって、昭和力道山がそこで死んだ隣のマンション、青山第一マンションって、これがマンションの一番最初の、日本で一番最初のマンションなんですよ。そこを監督僕はできないから、その下っ端として先輩がの下働きで働いてた思い出があります。そうしたらそこには職人たちが不良みたいなもんだよ、山谷から出てきた不良とか、もうその頃はコンクリもミキサー車じゃなくて、もうその場所でコンクリを作って、そこで建物を作っていくわけ。現在ちょっと行ったけどなくなってたね。その隣には山王病院も
大きくなって、そこで力蔵さんが死んだんですね。その青山っていうのは青山一丁目に、国立競技場の近くだから、そこで3年ぐらいかかったんじゃない、その建物。そういうのの監督をずっとしてきて、で新日本電鉄サラリーマン社会だから一応真面目に生活してるけど、その当時ってもう雑多なことがあったわけね。いっぱいヤクザもいたし不良もいたしね。で帰られて、そこでお金も入ってきたし、最初250円ぐらいしかもらわなかったな。250円。250円。それ覚えてる。日給。その当時は日給？日給だった俺は。最初下っ端で働かされたから、経験のために監督になれないから、学校で日給250円。250円。その親父がまたヤクザだから、下請けの下請けだから、それヤクザが入れ墨下請けしてたな。赤羽にいた新日本電鉄の下請けのとこで、下のところで、新日本伝説に入ってるけど、そこにポジションとしてアサインされたっていう。そう、アサインされたって、修行しろと。修行しろみたいな。で、修行したわけ。電気の工事や妊婦と同じで、担いで持って行ったりさ、もうそういう時代だからね。で、その親方っていうのは、五所組かな。五所組中、ヤクザ、浅草のヤクザの親分がやってたんですよ。浅草五所組。もう一番上は会社だけど、下請けはもうヤクザの親分だよ。で、そいつらがヤクザが仕切ってる職人たちと仲間と一緒にやってたわけ、俺は。それだけど、親父のとこに給料もらい行くわけ、家まで。その当時、現金だけど、フードも入らないで250円、一日働いてもらう。そういう時代は赤羽まで行って、お金もらって、これじゃ食えないからって。で、いよいよ社員になって、監督になって、だんだん、給料も良くないけどね、新日本電鉄の本社に行って、それは今でいう中央区の、中央区はね、今もうすごくなったけど、永代橋だな。永代橋って隅田川の麓に永代橋っていうとこ、そこの会社があって、そこの社員としていろんな現場の監督を何年もやりました。何年で30ぐらいまで。20代です。その当時のなんか遊んでたりとかそれはもう格闘技的なやつはその時は格闘技はまだやってないかったな。そこの当時に極真会に入って一人で入門に行ったんだよね。20何歳30ぐらいで30ぐらいで、その前30代と20代の間の時にはもう何も東京では運動はやってなかったね。なんかサーフィンとかなんかスキーとかそれをやってた。サーフィンはねとかスキーはその会社で、サーフィンはかっこいいなと思ってさ、20何歳ぐらい、加山雄三の関係とか22、3歳20代から18で入って30代ぐらいまで、30ぐらいぐらい、極真入るまでね、極真が30ちょっと過ぎ入ったから、だからその前にサーフィンやったり、それからサーフィンとかスキーは一応1級まで取ったから、スケートも箱根に出張させられたから、箱根に堤康次郎っていうやつが、西武の社長で、そこに国道計画って言ってスケート場もあったから、そのスケート場なんてやることねえから、スケートばっかりやってたの。ホッケーの靴履いてさ、そこでボーリングしかないんですよ。でもそれボーリング好きじゃないから、それを箱根の山で23年監督やってたからね、そこの山の中で。何歳ぐらい？30代だね。30前？30前だね。20代の時は20代から30代入った。その時にで30代の後半30代31になってから東京になってきてから極真会の最初サーフィンとかハワイに行ってたやつはどうしたの？それ20代30代ちょっと前じゃないかな。じゃあそれは自分の金集まったからサーフィンやったり好き空手に入ったなら30くらいだと思う。30の時に行ってね、空手をやり始めてからもうスキーもやんないで、そっちの方にのめり込んだっていう感じだね。30代はね一生懸命やって、
だんだん面白くなって、それでその当時のやつはみんないじめとかなんとか極真の時代にあったけど、そんなのは誰かも語っているから語る必要ないと思います。いじめとかいっぱいありました、道場でね。そんなのもうみんな後輩たちが知ってるからそんな書いてるからもう言ったってしょうがないから、とりあえず空手関係は大した思い出とかないけど、今まで続けてるということでやった方がいいと思う。で40、50、60とずっと空手稽古してきたから、そういうことです。でそれでもうその後はまた違う新たに喋りたい、新たにこんくらいでいいじゃないですかねその青春時代はね、もう空手でないっていうのはただ大山摩擦の出来事はみんな喋ってるから知ってるんだよね、これは語ってもしょうがないと思う。合宿の隊長やったり、帯剣で、そう言うと俺が上になったようなこと言うと、やきもち焼いたりするから言いたがないけどさ帯剣で帯剣で一番上で年上だから、館長から好かれてたから、帯剣も三平慶子とか今のチャンピオンたちがやってるのを、帯剣は館長が何でやっとけって言うから自分教えたりしてたけど、別にあんまりもうみんな語ってるから語りたくないということはいいかそして、いろいろ支部長になったりしてるけど、いろんなことあったけども、それはもうみんな知ってるから語ってもしょうがないから、詳しく言えばその極真が入る前での、戦後の、当時はそれはいろいろあるけどさ、それで一応完結してだがいいと思う。 OK そんな感じで決して OK じゃあ終了。一応青春時代ね、極真に入るまでの、じゃあさその時代にはほらもうサーフィンに行ってたと言っててさ、サーフィンは加山雄三の、加山雄三が茅ヶ崎パシフィックホテルって言って有名な、ホテルが上原健が経営してたんだけど、もう借金作って跡形もないけど、当時はもう本当に一流のホテルで芸能人がいっぱい来て、加山雄三が5月になるとそこでプール開きやるんで、そこに参加したりして潜って、これを取ってくれば商品あげるって言われて、そんなのに5月に必ず行って、寒いけど泳いでたのを、その時その茅ヶ崎で加山雄三がアメリカから持ってロングボードを乗ってんで面白いなと思って、今紫って言っていまだに付き合ってるけど、この間地震があった輪島の方に門前にいるやつといつも会社の車トラック内緒に持って行ってサーフィンやりに、茅ヶ崎とかあちこち行ってたね、それでそいつと2人でスキー場もあっちこっちも、青森、北海道までかな、青森もう苗場からずっと結婚するまでやってたね、で子供たちも連れて行ってるし、それは子供たちは覚えてるけど、サーフィンとスキーは新日本電鉄の会社にいた冬向こうで育った人のが連れて行ってくれたので、それで凝っちゃって初めて一応1級まで取った、でスキーはでそれで空手やり始めてもうやめて、ちょっと怪我もしたからね、スキーで肩怪我したりしたから、そういうことで思い出とありましたね。それからその途中には浅草の映画街とかそういうのみんな知らないと思うけど、浅草ロックのところに映画館が両方並んでるところによくストリップとかそういうとこを行ってたり、日劇もよく日劇の支配人が日劇にいた松竹にいたんで、日劇の踊りとか
映画もやってたから、はいはい。それからストリップ小屋もあったんですよ。うんストリップ小屋がここへ、そこもよくチケットもらって、よく楽しんで有楽町で降りて行きましたね。まあ楽しんでましたね、そういうふうにして。あと思い出として、まあその一回小学校ぐらいの時に、おじいちゃんが死んだ時かな、出てきたことあるんですね、小学時代。そうするとその時に有楽町から東京駅で降りて、有楽町から長野方面行く時、その西駅の前に不老者と、パンパンですね、パンパンっていうのは夜の女の子と、そういうのがたむろして、こう東京ってこんなとこがっていう思い出はありますね。パンパン見たのは今いやパンパンなんか知らないでしょうけど、体を打って生活してる女たちがゴロゴロいましてね、不老者が靴磨き10円か20円でやってる。有楽町、ここはやばいぞって言っておじさんが連れてきた。僕は一体こんなとこ。それから新宿駅は中野から近かったので、その当時西口なんかテント小屋があって、福音社がいて、そこがもう商店街っていうよりテント小屋があって、もうとにかくそこで音楽鳴らして戦後の歌を歌ったりした、もう雑多な、まあ今で言えばバンコクとかそういうフィリピンみたいなあんな店ばっかりだったですね、そこの新宿の街はね。まあそういうのが印象に残って、今みたいに再開発してこんな立派になるとはね、全然もうヤクザもその辺じゃすぐ因縁つけてくるしね、まあ喧嘩もありましたね。で殴り合いも一回ありましたね。でもその時はもう空手始めたぐらいで強いかなと思って、やっぱり喧嘩は僕と思って喧嘩した方が早いですね。素手じゃもう負けますよ。どうだったんですか、その時は。その時顔も怪我しましたよ、木刀で。相手5人ぐらいと新宿の何年ぐらい ?1900？ まあ30歳ぐらいだろうね。30歳ぐらい30歳ぐらいの時ね。だからこう傷があるね、まだ。喧嘩もしましたけど、やっぱ向こうだってそんな喧嘩って綺麗なもんじゃないですよ、素手でやるね。もう物持ってねボコボコにやるのが僕ためになったね。そんな木刀でも持ち物、そこにあるものを殴った方が喧嘩は勝てます。そんなスポーツじゃないから、ボクシングとか、そんな空手でやったって勝てない。それからもう左手のジャブリの代わりに喉が突っ込んでいって、それで右のパンチで相手のこめかみとか目玉ついたり、もうそしたら勝ちます。そんなね空手の構えやったって一発その後ろから叩かれたらもう防げようがないなと僕は思うね。まあそういうことですね。はい。じゃあそんな感じで。そんな感じです。第1回。第1回。終了。はい、終了です。じゃあチャンネル登録お願いします。よかったらいいねをコメントください。コメントください。悩み相談があったらコメントしてもらったら悩み相談そうですね。回答する？悩み相談でも大丈夫ですよ。80歳までいろんな経験してますから、ヤクザ付き合う方法だって、喧嘩の方法だって、悩み相談あったら。だからまあ僕の例として、今病気が80代でもないし、だから病気にならない方法、最初は大酒飲んでました、仲間たちと一緒になって、不良とかいっぱいいたんで、酒のだけど、3年前には3年4年くらいになるかな、酒は一滴も飲んでません、だから酒飲まないと体が丈夫になりますから、まあ80までは酒飲んでもいいんじゃないか、みんな俺に来てるからねやめろと言わないけど80過ぎたら長生きしたかったら酒やめろとそれからもう一つは、やっぱり必ず買い物をする時に人工甘味料とかいろんなのが入ってるから、それを見るようにしてます。なるたけ入らないように全部ダメにするようじゃなくて、横に必ず書いてありますから、
人工甘味料とか保存料とか、そういうなるだけ悪いものがありますから、今 YouTube の時代ですからみんな出てきますから、今は取らないようにしてます。なるだけ玄米をあったら玄米、白い飯も食べるけど、なるだけ玄米とか、まあいろんなものを、健康にいいものを食べてます。隣は12時までやってるライフがあるんで、そこに来て、まあ肉もあんまり脂身取るとね、コレステロールが多くなったんで、ちょっと焼き鳥にしたらね、コレステロールが数値内に良くなりました。本当食べ物っていうのは途端になりますね。血圧も本当に僕は120の80未満ですから、血圧。それから一時ちょっとね、心房細動になったんだけど、心房細動も股のとこから焼いて悪いこう焼いたんですね、アトルバあれを。そしたら治りまして、まあ今は健康でやってるので、もう84から、とりあえず89までは健康の運動と睡眠と食事と筋肉をなくしたら人間はダメになっているので、いまだに、まあ、この筋肉はバッチリありますと。筋肉がないと人は早死にしますから、これは第一、これはもう証明されてます。筋肉が、足の筋肉もないと、だからスクワットも、500回1日、懸垂、20回を5セット、そういうふうに懸垂で、あとはもうゴールドジムとルネサンス2つ金かかりますよ。1万円、まあゴールドジムは会長が友達だから9000円にしてくれてるし、これルネサンスも6000円にしてくれてるんですよ。それはまあいいじゃん。そういうこと、で12時まで寝てます。 YouTube 見ながらね、そういうことね。はい、まあこんなもんですね、大体、自分の。とりあえず、はい、今後どうするんですか。今後どんな感じにする。今後は来年から新たに、来年って来年っていうのは1925年かな、ね、2025年、2002時々ボケてるけど、あれかな、2025でしょ。それだけど時々年だからしょうがないな、だから中身も少しボケてるかもわかんないけど、まあ成長だと思うから、見てくれよっていうことよ。で2025年から、84を迎えます。2月から84、85、86、87、88、89まで、まあ今の体を鍛え、睡眠をとり、あんまり変なものを食わないで、90を目指して生きていこうと思います。まあ楽しみもなきゃいけないけど、まあ楽しみは何だろうねと思ったら変なこと言えないしな、この女の問題なんか言っちゃうとさ、もう少年部のね、ことがあるんで、まあ一番いいのは食欲、性欲、睡眠欲じゃないか。母ちゃんがいるし、俺は喋れないしね。それはなんか全部空手やめて90から喋ろうかなと思って、90でチンチン立つか立たないか分かんないけどそれはあんまり言わない方がいいと思うんで。これ言わない、これ入れてない、入ってないでしょ。いや入れてるけど。入れてるの今ではボンボン立ちますけどね、朝も。さあこの間 YouTube 見たらね、それは女の人が言ってましたけど、そのスケベな男を軽蔑するけどそれは軽蔑しない方がいいよと言ってましたね。なんで？性欲が強い人はエストステロンが多いから、もう長生きするらしいんですよ。人間ってオスだから、真面目腐ってさ、女っ気もないやつは長生きしないで75で死んでいくぞって俺の持論だよ。これは言いたくないけど、これはね僕の研究の結果、あんたやってんのかって言われたら、それはクエスチョンマークにしとけばいいんだから、まあね、ということでしょ。だから75で大体死んでいってんだよ、俺の年のスケベじゃないやつらは。
だからいつも綺麗な女とかっていうのは動物だからそれを思ってなきゃいけないんじゃないかと、これ一大事だよ。いいものいいなブランド着たってしょうがない、な肉のうまいもの食うより筋肉つけるために食っていけばいいんだよって、健康の食欲もね、と思います。はい。じゃあそういうことで。そういうことでなんかねまたやりましょう。喋ったね。喋った。まあ面白いこと喋るとねいいんだけどちょっともう喋れないよね。